皆さんこんにちは。クエスタの大村です。今日はですね、福井県の私立高校、仁愛女子高校の過去問を使って、規則性の問題について、ちょっと攻略法をお伝えしようと思います。仁愛の過去問に入る前に、まず知っておくと便利な知識をお伝えします。同じ数ずつ、増えていく、この数の並び、これを等差数列というふうに、言うんですが、その等差数列の n 番目が何になるかっていうのは簡単に求めることができます。まずこの公式を覚えましょう。諸項プラス交差、かける括弧 n-1 括弧閉じです。これで、n 番目の、等差数列が、一体いくつになるのかというのがわかる。そういう公式です。交差というのは、いくつずつ増えていくかという。で、諸項というのは、この並んでいる数のこの並びの一番最初の、数字のことをこれ諸項と言います。例えば、諸項が1で3ずつ増えていくこの数列、95番目を求めてみましょう。これが95番目にいくつになるかというのは先ほどの公式で簡単に求めることができます。諸項が1、交差が3なので、1プラス3かける括弧95マイナス1。括弧閉じ。これで、95番目がいくつになるのかっていうのが、簡単にわかります。はい。この場合は、283ですね。1個ずつこれ3足していったらキリがないですけど、これならすぐに、求めることができます。あともう一つ、この等差数列、この数の並び、これを全部足したらいくつになるかというのも、簡単に求めることができます。等差数列の、n 番目の数、諸項から n 番目の数までの、和を求める公式。それは、2分の括弧諸項プラス、末項括弧閉じかける n。これで、等差数列の、n 番目までの和を求めることができます。末項っていうのは一番、最後の項ですね。先ほどの例で、言うと、まあ、諸項が1で、交差が3で、一番最後の項、末項が95番目の283の場合、これ、1番目から、95番目までこれ全部足していくのは大変ですけど、これで簡単に求めることができます。じゃあ実際やってみましょう。諸項が1。で、末項が283。で、n が、これが95です。括弧1足す、283、括弧閉じ、かける95。これを2で割れば、はい。これで計算してみると、284かける95割る2ということなので、これで13,490というのがわかります。1番目からね、この95番目まで足して求めるのは大変ですけど、こうやって求めることもできます。では、人愛の問題をちょっと見ていきましょう。平成31年度の、入試問題、数学の大問3です。図のように、座標平面上の x 座標、y 座標が共に整数である点に番号の書かれた碁石を原点から渦巻き状に1個ずつ置いている。碁石の番号は自然数で、番号の小さい順に置くこととする。例えば、10番目の碁石が置かれている点の座標は2、1である。次の問いに答え、括弧1、25個目、31個目の碁石が置かれる点の座標をそれぞれ求める。25個目、31個目ということですから、まあ、これぐらいだったら、書いて求めても、まあね、これぐらいの数だったら、この1個ずつ書いてって求めるのは全然、ありですし、まあ、こういうふうに書いていくことで、この規則性が見えてくるということもあるので、
このね、n 番目、この数字が小さいうちはこうやって一旦書いてみるのがおすすめです。で、この問題の、25個目、30個目の方石が置かれる点を確認、してみます。25個目、ここが0で、ここが1ということなので、x 座標が2で、y 座標がということなので、25目は、これは、2に置かれるのがわかる。31個目は、1、2、3、1、2、3ということなので、30個目は、3、3に置かれるということがわかります。で、これね、もう、ここに書いたことで、結構勘のいい生徒さん、この辺でも気づいたりすると思うんですけど、まず一旦次の問題に行きます。関数 y イコール x 乗の点に置かれる合石の番号は小さい順に、1、9、i で、一応これ条件として、x が0以上という条件がついています。この問題で言われている場所、確認をしていきます。で、ここで、ここに並んでいる、数字、この25はすでに分かってますけど、この数字の、規則性はないかなというのを、考えてみます。規則性がないかなと考えるときに、まず第一に考えるのが、等差数列です。同じ数ずつ増えていく。それから、その増えていく数がちょっとずつ、増えていくという、増えていく数自体が、等差数列になっているという、解差数列というのがありますが、それも、一つ考えます。で、あとは、高校入試、中学入試で、多いかなという、パターン。この数列の数がこう何かのこう異常になっていって、で、その何かの部分が等差数列になっているというパターンも、これも結構あります。で、この GI のこの問題は、最後に言っていたまさにそのパターンです。ここ一番最初に点00のところに置いてある数字、これ1。この1は1の2乗。で、次の点9。これは3の2乗。で、次の点25。これは5の2乗です。で、その2乗していく、数が、これが、2ずつ増えていっているなというのはわかります。つまり、この関数というのは、1から始まって2ずつ増えていく、等差数列の項の2乗というのが、この、関数の正体だというのが、これがわかります。はい。ということなんで、E は、その次は7の2乗ということになるので、これは49。その次が、9の2乗ということなので、81というふうに求めることができます。3問目いきます。4.nn、括弧 n-n、括弧マイナス n、マイナス n、括弧マイナス n、n で囲まれた正方形の内部及び周上に置かれる碁石は全部で何個あるか求めよう。ただし n は自然数とする。正方形ということなので、この問題で言われているのはこの部分ですね。で、これがね、例えばこの内側のこの四角だったら、は111マイナス1、1、1、1マイナス1、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 1で囲まれた、これ、正方形。で、これが、n 番目に何個になるかを求めるというのがこの問題になります。この問題は先ほど、発見したこの、ね、括弧2で発見した規則性が、これが鍵に、この次の問題でね、前の問題で、出した成果を、使って応用するっていうのは、よくあるパターンなんで、あれどうしようってなったら、まずはね、この直前の小問、で、考えたことが応用できないかっていうのを、まず考えてみるっていうのも一つの手です。で、これね、この正方形の中に置いてある小石の数と、先ほど、見つけたこのね、この y イコール x、この数字の並びに、
何か関係はあるかなというふうに考えてみる。この右上、このね、この y イコール x 乗のこの5石のこの番号が、これがそのままこの正方形の中に5石の個数だというのがわかります。で、一番最初、n が1の時ね、この時では、これ1から始まって9までなのに、これで9個ある。で、その外側、これが n が2の時ですね。その外側、これ1から25までなので、これで25個あるというのはわかります。つまり、この4点で囲まれた、正方形の内部及び周上に置かれる小石。これの個数というのは、この y イコール x 乗の点に置かれる小石の番号ということになります。で、その小石の番号の、ルールは、2乗、2乗した数になっていて、で、その何を2乗するかというのが、この、2ずつ増えていくという、ルールでした。はい。で、これを利用して n 番目がどうなるかというのを、文字で表すことができます。まずですね、この、2乗したこの右上の数字に行く前、2乗する数のこの、並び、これをまず先に考えます。初項が1、項差が2というふうに考えてしまいそうですけど、これ、カッコ3の目的は、この座標、この4点に、囲まれた、正方形の中の小石の数ということだったので、n イコール1の時、初項というのは、この正方形の時なわけです。だから、初項は、この n イコール1の時の、3が初項というふうに考えます。で、3から始まって2ずつ増えていく n 番目の、このね、2乗する元になっている数っていうのは、先ほど言った等差数列の、n 番目を求める公式で、表すことができます。初項が3で、交差が2。これの n 番目なので n-1。なので、この2乗する元になっている数はこれで 2n プラス1というふうになります。はい。で、このね、この4点に囲まれた正方形の内部にある小石の数っていうのはこれの2乗になりますから、先ほど確認したように2乗になりますから、2n プラス1を、これを2乗してあげればいいと。で、それでこれで求めていくと、展開公式使って、4n 二乗プラス 4n プラス1、ということで、4n 二乗プラス 4n プラス1個というのが答えになります。で、こうやって答えが出たら、一応、検算をしましょう。間違ってる可能性もあるので、n イコール1。この9個の時ちゃんと9になるか確かめてみます。4×1 の2乗プラス 4×1 プラス1で、これで4たす4たす1でこれで9になってます。じゃあ n イコール2の時これちゃんと25になっているか確かめます。4×2 番目なので2の2乗プラス 4×2 プラス1。16、ここが16で、ここが8で、プラス1になって、これで25と。はい。これで、だいたいね、この数列の場合は2個分ぐらいやれば、大丈夫です。1個だとちょっとね、絶対と言い切れないような、ことがあるんですけど、これも、この決まった、規則で、並んでいて、で、その規則を発見したという、そういう段階で、これちゃんと2個ね、式で出した通りになってれば、もうそれはもう間違いないということがあって、4n 二乗プラス 4n プラス1が、これで答えで間違いありませんという、ことになります。はい。括弧4、点16、22に置かれる
小石の番号を求めよう。16、22というのが、どんな場所にあるのかというのを、考えています。まずこの場所の確認からですね。この並び方はこう、渦巻きにこうなっていて、こうどんどんこう外側とつながっていくっていうことだったので、次はここで、こうやってぐるぐるこう大きくなっていくという関係ですね。で、じゃあこれが22のところで、どういうね、点が1になっているかというと、ここが、16、22の点。ここが22、22の点。こういう位置関係にあるのがわかります。で、この16、22というのは、つまり、この22、22のこの6個前というのがわかる。なので、この22、22にある、碁石の、数、碁石の番号、これを求めて、そこから6引けばいいという、そういう、仕掛けです。はい。ということで、まず22、22に置かれる、碁石の番号、これを求めてみます。ちょっとこれ、展開した状態でやるとちょっと大変なんで、ここはこの展開してない状態で、やった方が楽かもしれないですね。はい、じゃあ、ということでやってみます。22、22の点というのは、さっきカッコ3で求めた、この n 番目のこの4点で囲まれた正方形のこの一番最後の数、つまりこの小石の番号ということで、この式をそのまま使って、2かける20プラス1の2乗ということです。なので、45の2乗。で、そこから、6、少ない数ということなので、計算してみると、これが、2019というふうになります。この2019という数字、どっかで見覚えがありますよね。そうなんです。これ、平成31年ですね。2019年だね。はい。という、ちょっと、めちゃめちゃある問題でした。はい。ということで、数がこう、規則的に、並んでいくこの数列を、使った問題に、ちょっと役立つ知識と、この問題の解き進め方についてお話ししました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。